こんにちは、大井です。こんにちは、ひなです。今日は2025年10月14日に行われた日本対ブラジル戦の親善試合を振り返っていきます。あの試合は何度振り返ってもいいよね。そうだね。今日はサッカー王国ブラジルから現地サポーター代表のレオくんとリモートをつないでいます。ほらほら、正直思い出したくもないけど、あの試合のことをみんなに話していくよ。レオくん楽しみにしてるよ。というわけで今回はブラジル戦の衝撃について現地サポーターのリアルな感情の動きを見ていきましょう。それでは時系列順に振り返っていきます。まずは試合開始直前、ブラジル時間午前7時半頃の雰囲気はどうだった？日本戦を前に盛り上がってたの？はははは、盛り上がってはいたけど、試合の話で盛り上がってたわけじゃないんだ。じゃあみんな何の話をしてたの？ポスターの絵が AI で作られてる。ふざけるな、これ一色さ。確かに当時のタイムラインを見ると CBF が投稿した告知画像に対してものすごい数のツッコミが入ってたね。そうなんだよ、金持ちの連盟なんだからちゃんとしたイラストレーターを雇えとか、日本の漫画文化への冒涜だって大炎上さ。みんな試合の勝敗より CBF の広報がケチったことに腹を立てたんだ。あはは、日本といえばアニメと漫画だもんね。そこになんで AI の絵なんだってこと？その通り。その時はこんなこと言っていたんだ。ブルーロックのパクリみたいな足しやがってとか恥を知れ。でね、俺たちは日本代表を対戦相手として見る前にアニメの国として見てたんだ。せっかく日本とやるのにこの絵はないだろっていう、完全にエンタメ目線の余裕さ。試合内容に関するコメントも少しはあったでしょう？あったけど、それもスタメンの発表が遅えよっていう文句ばっかりだね。誰が出るか早く教えろ。どうせ勝つんだからゴールシーンを想像させろって感じさ。うわぁ、完全に舐めてかかってるね。あの時はサンバのリズムでスマホをポチポチしながら思ってたよ。今日は何対0で勝てるかなってね。まさかこの後あんな悪夢が待ってるなんて知らずにな。待ってレオくん、時系列で話は聞いていくから先走らないで。ごめん。肝心の試合予想についてはどうだった？スコア予想なんかも盛り上がったりしてないの？盛り上がってたよ。何点差で勝てるか大喜利でな。うわぁ、嫌な感じ。接戦になるかもとか言ってる人はいなかったの？いない。日本アニメの国だろう。ブルーロックみたいに特殊能力でも使ってくるのかなんて冗談ばっかりさ。みんなさん0で楽勝、いや今日は5-0でカーニバルだなんて言っていたよ。誰も負ける可能性なんてこれっぽっちも考えてなかったんだ。でも少しは日本は強いって言っている人もいたな。日本の選手でこいつは危険だと名前が上がっていた選手はいなかったの？久保選手とか上田選手もフェーノールトで大量得点してたけど。そうそう、日本にもいい選手いっぱいいるもん。残念ながら答えはノーだ。俺の周りにはそんなこと話してる人はいなかったな。誰も？当時の俺たちのタイムラインを見てくれ。みんなが叫んでたのはたった一つの言葉さ。スタメン発表はまだか？これだけ。確かにまだか。遅い。早く発表しろという投稿が異常に多いね。仕方ないよ。ブラジル人って時間にルーズそうだもん。俺たちが気にしてたのは日本の誰が出るかじゃない。俺たちのビニシウスは出るのか？今日の主役は誰だ？それだけを確認したかったんだよ。ビニシウスのゴールが見たいとか、とにかく俺たちのスターが輝くところを見せろってね。相手が誰であろうと関係ない。スター選手が並んで華麗にゴールを決めるショータイムが見たい。ただそれだけの気分だったのさ。日本には無関心って感じだね。数日前に韓国に5対0でブラジルは勝ってるから仕方ないよね。あ、そんなこともあったね。そして試合は動きます。前半26分、パウロ・エンリケ選手のゴールでブラジルが先制。レオくん、待望の先制点だね。この時の盛り上がりはどうだった？ゴール、もう最高だったよ。ブルーのギマランイスの素晴らしいアシスト、そしてパウロ・エンリケのゴール。この瞬間、ブラジル全土、いや、ある特定の人たちがお祭り騒ぎになったんだ。特定の人たち？ブラジル人全員じゃなくて？みんなバスコって叫んでたんだ。ブラジルのゴールじゃない、みんなバスコのゴールだって言ってるんだよ。本当だね。バスコ1対0日本とか、俺たちのクラック CBF、 これはバスコのゴールだぞというコメントで溢れ返ってるね。パウロ・エンリケはバスコダガマの選手だからね。バスコのサポーターたちが見ろ、俺たちのパウロ・エンリケだ
アンチェロッティ監督の下で決めたぞ。大いばりさ、中には俺たちの、なんて言うな、彼はバスコだけのものだなんて言ってるやつまでいたよ。独占欲がすごいね。でも、それだけすごいゴールだったってこと？もちろんだ。評価を見てくれ。カフー以来、最高の右サイドバックだ。カフーも天国で誇りに思ってるはずだって。あの伝説の選手と比べて大絶賛さ。カフーって選手はもうこの世にいないんだ。まだ生きてるよ。不謹慎だね。それにしてもすごい評価。ワールドカップのスタメン確定や世界最高の右サイドバックという言葉も並んでるね。ライバルチームの選手と比較してアンチども、今の見たか。で煽り倒してるやつもいたな。この瞬間、俺たちは確信したんだ。このパウロ・エンリケがいれば、ワールドカップも優勝できる。ってね。そして前半32分、ブラジルに追加点が入ります。パケタ選手の浮き球パスからマルティネッピ選手が決めて0対2。レオくん、この時の盛り上がりはどうだった？いいぞ、サッカーしてるな。もうね、芸術点満点だよ。パケタのあのチップキック、あれはもう、子供に見せちゃダメだね。それくらいセクシーなアシストだったんだ。はははは、パスがセクシーって何？でも、前半で2-0か。そうなんだよ。みんな完全に調子に乗ってたね。アンチェロッティ監督の手腕が見えるぞ。って絶賛の嵐さ。特に良かったのが、これ、控え中心のチームだぜ。っていう自慢だね。控え組でこれなら、レギュラー組だったらどうなっちゃうの？日本じゃ相手にならないから、フランスかアルゼンチンと試合を組んでくれよなんて、完全に日本を見下すコメントで溢れてたよ。確かに、このチームでワールドカップ行こうぜとかタイトルが見えてきたなんて気が早いコメントもあったね。守備陣の評価はどうだった？キーパーのウイゴ・ソウザが褒められてたね。チームに落ち着きを与えている。彼をワールドカップに連れて行け。来てね。正直、この時点では負ける要素なんて1ミリも見つからなかった。これがブラジルだ。ってみんな最高の気分だったよ。なるほどね。控えメンバーでも楽勝じゃん。で王者の余裕を見せつけてたわけだ。その通り、もう優勝したも同然。そんな空気だったね。前半が終了して0対2、ブラジルのリードでハーフタイムに入ります。レオくん、この時の気分は最高潮だったんじゃない？最高潮なんてもんじゃないね。もう頂点だよ。なんて素晴らしい前半だ。って絶賛の嵐さ。みんな、やっとまともなサッカーが見られた。これぞブラジルだ。って勝利を確信してウキウキだったんだ。2点差だもんね。やっぱり日本には勝てるって安心した感じ？安心？違うね。もっと強い相手を連れてこいって感じさ。あるサポーターなんて日本じゃ物足りない。俺たちは世界王者クラスと戦えるレベルだ。っていう、凄まじい上から目線だよ。確かに、控え中心でこれなら、フルメンバーならどうなるんだ？って言ってる人もいたもんね。うわ、完全に舐められてる。守備の人たちに対してはどうだったの？後半あんなことになっちゃうけど、この時は鉄壁だと思ってたよ。特にキーパーのウイゴ・ソウザへの評価が高くてベタ褒めさ。そして、ついにあの言葉も飛び出したね。ああ、ブラジル人特有の気の速さが出たね。タイトルが近づいてきたぞ。たかが親善試合の前半が終わっただけで、ワールドカップ優勝が見えた気になってたんだ。この調子ならヘキサだ。ってね、まさかここから地獄のジェットコースターが始まるとは知らずに。ヘキサ？ブラジル人が言うヘキサはワールドカップで6度目の優勝することを意味してるよ。5回も優勝してるんだ。そうなんだ。唯一5回優勝してるのがブラジルなんだよ。それでは後半を見ていきましょう。もうここで終わってもいいんだよ。レオくん後半行くよ。そしてブラジルにとっては悪夢の後半が始まります。後半7分、南野拓実選手のゴールで日本が1点を返します。スコアは1対2。レオくん、この時のブラジルサポーターはどんな感じだったの？もう大炎上だよ。さっきまでの余裕はどこへやら。 SNS は一瞬でファブリシオ・ブルーノへの罵倒で埋め尽くされたんだ。1点目の失点は完全にセンターバックのファブリシオ・ブルーノのミスだ。でも1点目のゴールって日本のプレスがうまくはまったから、ファブリシオ・ブルーノ選手がミスしちゃったんだけど、それについてのコメントはなかったの？は、甘いな。ブラジル人が失点した時に相手チームを褒めることなんてほとんどないよ。遅い、弱い、重い、二度と招集するなというコメントだらけだよ。かわいそう。ああ、ひどい言われようだろう。陸上競技の代表になればいい。あいつは走ることしかできないなんて皮肉まで言われてる。中には日本相手にこれならフランスやスペイン相手だったらどうなるんだ。
って急に現実を見始めるやつも出てきたんだ。さっきまでフランス連れてこいって言ってたのに、ゴールキーパーのウーボ選手はどうだったの？前半は鉄壁って言われてたけど、彼も道連れさ、ザルキーパーって呼ばれて、なんでこんなのが代表なんだって手のひら返しだよ。たった一つの失点でブラジル中が俺たちのディフェンス実はボロボロじゃねえって気づき始めた瞬間だったのさ。そして後半17分、中村敬斗選手と伊東純也選手の連携からゴールが決まり、ついに日本が2対2の同点に追いつきます。レオくん、もうブラジル国内の空気は凍りついていたんじゃないの？凍りつく？いやいや、爆発だよ。ただし日本への称賛じゃない。ファブリシオ・ブルーノへの怒りでな。またその人？ 1 点目もミスしてたけど、2点目もなの？ああ、もう地獄絵図さ。みんな口を揃えてブラジルに対にファブリシオ・ブルーノって言っててさ、日本が追いついたんじゃない。ファブリシオ・ブルーノが追いつかせたって認識なのさ。これは凄まじいね。1ゴール1アシストの日本への貢献。今日のマン・オブ・ザ・マッチだという強烈な皮肉。そうなんだよ。あまりにもひどすぎて、サポーターは日本は12人で戦ってるって言い始めたんだ。11人の日本代表プラスファブリシオ・ブルーノで12人だってね。うわ、かわいそう。監督のアンチェロッティさんへの文句はなかったの？なんで変えないの？とか。もちろんあるさ。なんでアンチェロッティはこんな弱くて遅いやつを呼んだんだ？こんなディフェンスを使い続けるなんて信じられないって監督の正気を疑う声で溢れてた。もう誰も勝てるかななんて心配はしてない。頼むからあいつをピッチから出してくれ。全国民の願いはそれだけだったんだ。そして後半26分、コーナーキックから上田綺世選手のヘディングが決まり、ついに日本が3対2と逆転に成功します。レオくん、まさかの逆転だよ。この時はどんな感じだったの？もうね、笑うしかなかったよ。みんな悟りを開いたようにこうつぶやいたんだ。ウーゴはウーゴであり、ファブリシオはファブリシオだったってね。哲学みたいになってる。どういう意味？あいつらは平常運転だ。驚くことじゃないって皮肉さ。そしてこの2人の下手くそな選手がコントをしてるってね。辛辣だね。特にゴールキーパーのウーゴ選手に対しては、簡単なシュートをそらすミスやレタスの手という批判が送られていたね。あまりに日本にゴールをプレゼントするからこいつはブルーロックプロジェクトの一員かなんて言われる始末さ。でもあのヘディングシュートって止めるの難しくないの？そんなことない。あれは俺でも止められた。あらあら、かわいそうに。あいつらはスター気取りだ。実力もないくせに SNS でカッコつけることばかり気にしてる金持ち集団。結果は3対2。日本代表が2点差をひっくり返し、歴史的な逆転勝利を収めました。レオくん当時の率直な気持ちは？ブラジル代表の権威は完全に地に落ちたさ。ちょっと、日本も頑張ったんだからさ。信じられるかい？歴史に残ってしまったんだ。ブラジル代表が日本に負けたのは史上初めてのことなんだよ。42年生きてきて最も弱い代表を見た。2002年の優勝を見られたことに感謝する。まるで過去の栄光にすがるような言葉ばかりだね。そうさ、今の俺たちには過去しかないんだ。みんな口を揃えてネイマールの名前を叫んでいた。ネイマールがいなきゃワールドカップはない。彼がいないとただの集団だ。ってね、さっきまで新時代の幕開けだ。なんて騒いでたのが嘘みたいに。みんなあの頃は強かったなって遠い目をしていたよ。なんか切ない。ブラジルの SNS では満場一致でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた男がいるよ。それはファブリシオ・ブルーノだ。あんなに叩かれてたのに。活躍したさ。日本代表としてな。見てくれ。このコメントを。今日のクラックはファブリシオ・ブルーノ。1ゴール1アシストだ。ファブリシオ・ブルーノ。お前は日本のエースだ。彼は日本代表のユニフォームを着るべきだ。彼が献上した2得点を皮肉たっぷりに活躍として称えてるんだよ。完全にネタキャラ扱いだね。俺が一番答えたのはこのコメントだ。データ送ったからちょっと読んでくれるか？ブラジルの皆さんこんにちは。ファブリシオ・ブルーノ選手にも伝えてください。誰にでもミスはあります。でも彼の勇気は日本にいる私たちにも届きました。これからも熱い試合を期待しています。日本のファンより。めっちゃいい人じゃん。そうなんだよ。俺たちがバカだのクズだの罵り合ってる間に勝った日本のファンはこんなに高潔でリスペクトにあふれた言葉をかけてくれてるんだ。これを見た瞬間
俺は自分が恥ずかしくなったよ。少なくとも教育と民度では日本の勝ちだ。勝ち負け以上に大切なことに気づかされたんだね。ああ、乾杯だ。試合内容も、サポーターの質も、そして経済も日本の方が上だった。ブルーロックは実在したんだよ。悔しいけど、おめでとう日本。今の俺たちには、この言葉を送るのが精一杯さ。レオくん、かっこいいよ。まずはアンチェロッティ監督を人事部に連れて行って、ファブリシオ・ブルーノを日本行きの飛行機に乗せないとな。まだそんなこと言って。というわけで、波乱万丈の日本対ブラジル戦振り返り、いかがでしたでしょうか？手のひら返しがすごかったね。みんなももしよかったらコメント欄でブラジル代表の再建案を教えてくれよな。あと、ネイマールの電話番号を知ってる人がいたら、至急ブラジル代表に戻ってくるように連絡してくれ。レオくん今日はありがとう。またブラジルサポーターが日本の話題で賑わっていたら報告に来てね。レオくんまたね。また一緒にサッカーやろうぜ。ワールドカップでは負けないぞ。チャウ。チャウって何だったの？ブラジルでバイバイって意味みたいだね。お疲れ。ブラジル人って手のひら返しがすごいんだね。前半終わって2対0で勝ってて、ミスから失点して逆転負けしたらあんな反応になっちゃうのもわからなくもないよ。確かにそう考えるとそっか。日本サポーターがブラジルが2対0でリードしてて逆転負けしたのは今回が初めてって言ってたけど。そうそう。調べてみたんだけど、A 代表で2点差からの逆転負けは今回が初めてっぽいね。オリンピックでは1回あって1952年の西ドイツ対ブラジル戦だね。74年も前だ。12分と74分にブラジルが得点して2対0にしたの。残り16分で2点リードから75分89分に西ドイツがゴールして延長戦に入ったの。74分に得点して1分後に失点。そうなの。調べてみたけど西ドイツ対ブラジル戦のハイライト映像は見つけられなかったから、どんな感じかわからないんだよね。西ドイツ対フランスやアイルランド、スイス、ユーゴスラビア、スペインのハイライトは見つけられたのになぜかブラジル戦だけなかったの。そうなんだ。不思議だね。延長戦では96分120分に西ドイツがゴールして勝ったみたい。って言ってもこれはオリンピックだから A 代表で2点差からの逆転は日本戦が初めてなんじゃないかな。それは怒っちゃうのも無理ないね。しかも1回も負けたことない相手だったんだもんね。日本は若い年代からどんどん欧州リーグに行く選手が増えてきてるから、これからもっと楽しくなりそうだよ。私が好きなリオンくんもオランダに旅立ったしね。頑張ってほしいな。市原リオン選手は出場はなかったけどベンチ入りはしてたからオランダデビューも近いかもね。おう、頑張れ。といった感じで、新しくなったサムライブルーファンボイスはこんな感じで海外の声をお伝えしていきます。ぜひ感想をコメントで教えてください。そしてメインチャンネルで話すには私たちの気が引けちゃうような話は、気軽な会話をしているラジオ風のチャンネルを立ち上げましたので、視聴者さんも気軽に聞きに来てもらえたら幸いです。そちらでは視聴者さんともっと近い関係で動画を運営しています。それではご視聴ありがとうございました。皆さんありがとうございました。